顔の下半分の歪みが気になっていたらこの動画を参考にしてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。私がね運営している小顔とダイエットのサイトがあるんですけれども、そちらの方からね顔の歪みについてご相談をいただきました。この動画でお答えさせていただきます。ご質問ありがとうございました。このようなねイラストにね、体の歪みを添えてご相談いただきました。とてもね分かりやすい説明で私の参考にせなあかんなというところが多々あります。また参考にさせていただきますね。で、問題解決なんですけれども、まず体の歪みの方が特に気になります。というのは顔は、頭もあって重たいものは体の上にあって、人間の体の縦に長いので、こっちの体の土台の影響がとても受けて、体の土台の歪みに対する影響がですねとても受けてしまいます。でそれでまず本来は体の歪みから整えて顔の歪みを調整していくんですけど、気になるところからね今回は説明させていただきます。でまずこの症状ですね。左の顔の下半分が左にずれている、そして左の顎が下がっているということですね。で眉は多少気になるけど、気にするほど多少歪みはあるけども気にするほどではないということです。で右の顎ですね、これが後ろに回転しているということです。で顎の下の肉も右が少なくて左が大きいということですね、多いということです。でほうれい線の枝分かれというのが気になるということですね。でまず顔の歪みに対してはやっぱり体の歪みから来ているということですね。下半分というのは顎関節のずれ以外にはありません。ですから左にずれているということは、このイラストのようにこっちが左ですから、左が上がっている、それを補正するために体を歪めてる。で骨盤も歪んでるんで、この S 字状ですね、数字の S のように背骨が曲がっているという状態を側腕症というんですけれども、そういった状態が考えられます。イラストからね。イラストには背骨なかったですよね、この状態で。やはりさっきも言ったように歪みの、影響というのは下から上に上がっていきますので、下の歪み、股関節もしくはもっと下の膝、股関節で仙腸関節のあたりをしっかり調整していくのが本来の施術になっていきます。それの影響で顎というのがねずれている。で体がずれ、ごめんなさい、下半身顎の下がずれて下がっているというのはこういうところからの影響というのが濃厚です。で顔の歪みはあまりないかもしれないですね。眉が多少ずれてるけど気にならないということは下だけがずれている。でもしくはこれに猫背でなければ下を向いて上を向く仕事、うつむいて上を向く作業、要はパソコンで入力しているとか、こういう状態で人の話をメモしていくとか、そういった作業をされているとこっちは力が入っているので歪みが少ないかもしれません。仕事の使い方ね、体が揺れてたら歪んでいたらこのようになってくるのことが多いのですけれども、それがないということはこっちだけ使って仕事をされているか趣味をされているかの なのでこっちはあまり影響ないような状態かもしれません。でこれですね、こっちは顎が歪んでいるので当然こっちが広がりますから、こっちに肉が寄っているというぐらいのニュアンスですから、これは後から取れてくる症状だと思います。でほうれい線の枝分かれというのは口の周りの筋肉が以前はほうれい線一緒やったのに分かれてきたということは使い方が変わってきたということですね。ですから歪みが最近、これが出てくる頃から、最近といったらおかしいですけども、このほうれい線ができた以降体の使い方が変わったということが、その方のね歴史が少し見えてきます。要はこの結果としてはこの口の周りの筋肉の調整も必要ということですね。で最初にまず顎の左右の調整というのは意外と難しいんですけども、難易度から言えば真ん中ぐらいの難易度です。で一番ややこしいのはこの回転、顎の回転です。でこれは今まで、私は施術してるんですけれども、セルフケアでやるとどうしても
力加減っていうのが難しいので言わなかったんですけど、今回ちょっと、頑張ってやってもらいたいなと思う方法をお伝えしますね。でまず最初に顎が回転しているので、こっちの歯の周りのごめんなさい、顎の周りの関節の周りの筋肉が硬くなっている可能性があるので、最初に緩めます、ほぐします。で筋肉の表面を、これ皮下脂肪ですね、この皮下脂肪をちょっと押して軽く筋肉の表面を触ります。で筋肉の表面かどうかというのは少し噛んでみるとか動かしてみるとすぐに分かります。でその動いたところの表面を撫でるようにしてください。でだんだん慣れてきたら少しだけ圧をかけていくようにします。で顎の筋肉というのはかなり強力なんでね、この強力な筋肉をグリ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 やって痛めてしまうとかなり長期間後からずっと痛いので、それはやめておいてください。で痛みがあったらまた使い方が変わるので、顔の歪みというのにも影響してくる可能性がとても高いです。ですから優しく少しずつほぐしていくようにしましょう。でほぐし方はこの噛んで動かして噛んで動く筋肉に集中してください。表情筋は今回はこの顎に関しては考えなくてもいいです。だから深いところにありますね、少し。で、顎の後ろこの辺もやってください。喉というか首ではなくて顎のこのエラの裏とか下側を少し指先で軽くこのように揺らしてくださいね。ここをグリグリしたらちょっと喉をつくとえずく時がありますので、それはやめておきましょう。でリンパのとこも近いので強くしないでくださいね。軽くでいいですから。で親指でやってもいいんですけど、力が入りすぎるので、中指とか人差し指を使ってください。このようにしてください。ですぐには緩まないです。もう何年もかかっていると思うんで、ただもうしつこく緩めてください。でこっちも同じようにされるといいと思います。はい、で緩めるのが終わったら次は矯正入ります。で親指を今度この顎のエラの後ろここにこう当ててください。下から見たらこんな感じ見えますかね。でまっすぐ向いてください。で口を当てると同時に前に押します。でその時にこれがここに当てただけだったらぶれますから、ここほっぺたもつけといてください。自分でやる場合はね、こういうふうにホールドしてください。手のこことここをぴったり合わす。で開けたと同時に軽く前に出すようにしてください。で少し右側が後ろに行っているので、右側だけ少し多めに前に出します。この距離がね、こういう感じですね。分かりにくいかな。一緒にスタートして少しこっちへ前に出す。一緒にスタートしてこんな感じですね。はい、こんな感じでやってください。でこれを調節していきます。でその次にこの顎のこれですね、顎がずれていることに関して調節します。ずれているので戻すんですけれども、ここに何かレールがあるように思ってください。レールからはみ出しているやつを戻すというイメージを持ってください。で関節が少し開きにくいか硬いと戻す時に戻りにくくなりますから、少し関節の間を広めます。ですからさっきはここに当てましたけど、今度はここのエラの下にこの柔らかいところを当てて下に引きます。でこうずれているので少し口を開けたまま戻します。このように自分のレールを意識して、筒でも何でもいいのでこの真ん中に歪んだものを持ってこようとしてください。でこれがこの前歯の間がこうなっているのがこうなるように意識して戻してください。でその時に軽く当て締めしてください。当ててる時に関節が広がっているので、その時に戻りやすいです、ね、当てっぱなしでもいいんですけど、同じ力をずっとかけ続けると関節のところが痛くなるので、ちょっと当て締めしながら微調整していくというニュアンスでやってください。はい、で顔に関しては、顎の歪みに関してはこれでずっとねやり続けたら変わってくると思います。で
このほうれい線の枝分かれですけども、この笑う筋肉、こう口を引っ張る筋肉とかね、そういったところをほぐして左右同じように同じような硬さになるようにほぐすだけでいいです。二次的なものですから、原因は体の歪みと顎の歪みですから、こういった枝葉の問題になるんですけど、そういったことは根幹を調節していけばこれ以上悪くはならないです。でもできた線に関しては薄くするためには、まず筋肉をほぐして、こっちのできたシワに対してはシワを軽く押さえるようにしてください。要はシワというのはこのように谷になっているので、そこを押さえて中の水分を上の方に上げていく。で目立ちにくくするという方法がありますので、そういうことを意識して、スポンジを軽く押したら水がじわっと出てきて、少し上げるとまた吸い上げるイメージで、押すよりも吸い上げるイメージだから、意識としては軽く押してじわっと何かが潤ってくるイメージを持ってゆっくり上げてください。もうほとんど身がないんでね、ほんまの微調整になります。これはもう感覚を研ぎ澄まして慣れてもらうしかないです。で長時間こうなってまた顔歪めないでしっかりね前を向いて、この時は台に肘を置いてやる方がいいと思いますね。疲れてくるとまた体も歪んできますので、はい、でこれで顔のケアは終わります。今度は体のケアにねお話をさせていただきます。次に体の歪み対策になります。重点、特に気をつけてほしいのは膝と股関節。おそらくまっすぐ歩いてるのに調節する、体がねまっすぐ歩きたいのを調節するのはこの関節、足首も入れたらそうなんですけど、ここがちょっといつも曲がっている可能性の方が高いと思います。痛みがなければ気にすることはないかもしれないですけども、全身の写真を横からねの全身写真を撮ってみてチェックしてもらうのも一つの方法ですね。その時にズボンがねこうスカートであれば分かりにくいので、できたら一人で、写真を撮るなら、下着の状態の方がより分かりやすくなります。でこれは前から見た状態ですね。こっちが顔の面になります。で先に股関節の調整をします。でセルフ、本来は治療所に行って調節してもらうべき問題ですけども、家でできるトレーニングをお伝えしますね。でこのようなどんなものでもいいんですけど、柔らかいもので足を縛ります。膝の下と太もものところ、膝の上下ですねを縛って足を閉じて、で背筋を伸ばして屈伸運動をしてください、その方法を今から実演していますね。先ほどの紐状のものを膝の下と上につけました。でこの状態でもやっぱり体は、左が下よりこうか左が下よりこうね、このようになっていると思いますけれども、これを調整するために壁に手をついて同じ高さの、手を同じ高さに当てて、壁があるとしますね。こうそれに対して背筋を伸ばす。そして軽く屈伸運動をしてください。この時に曲げるよりも伸ばす時に気をつけてくださいね。力を入れてください。ゆっくり伸ばす。早く沈めてゆっくり上げていく。その時に体がこの手の動きで体がこうなるかもしれないですけど、これを我慢してまっすぐ上げるようにしてください。そうすることで股関節周りの筋肉、膝周りの筋肉が左右同じだけ使われることで自分で矯正できることができます。であとは本来は専門家にちゃんと股関節とかもう一つ上の仙腸関節というところまでしっかりケアしてもらってください。でこれを1日結構ハードで30分ぐらいはやってもらいたいと思います。自分でやる分はね。ということは治療入った方が割と簡単にできるんじゃないかなと思います。その先生の実力次第ですけどね。家でやる分にはこういったグッズも使ってみてください。で次に上半身の調整に入ります。
はい、上半身の歪みなんですけども、今回は腰掛けて運動をしてエクササイズをしてもらいます。というのは立ったままで行うと骨盤も揺れて、歪んでいますので、両方が歪んでしまうからあまり効果は期待できません。このように腰も肩も歪んでいる方は座ったままで調整してください。でしっかり何かの台に座ってください。椅子でも構いません。しっかりね、お尻も深く入れて、この下半身を安定させてください。でその時に膝のこういう前後があると思いますので、これを揃えて座るようにするのがコツです。ということはしっかりね、膝の裏をここにつけるように座ると調整できます。はい、でこの状態で片方反対の肩に手を持っていって、このように右が下がっているのでこういう状態だと思うので、これを反対に持っていってください。これだけでいいです。その時に息を吐きながら、でここで5秒程度止める。で戻す。でその時に今までこう曲がっている反対、要は縮んでいる側の筋肉が伸ばされるので、少しストレッチがかかって痛みを感じることがありますけども、我慢できる範囲でゆっくりこのようにストレッチをかけるようにしてくださいね。でコツは、これどっちの手が上でもいいんですけど、この曲がって右が下がっているので、おそらくこういう感じをイメージですね。このラインで一番背骨が曲がっていそうなところが、私やったらこういう角度だったらこの辺かなと思うのを意識して、ここを背中側を支点にして、ここを点というか中心にして、こう傾いているようにしてくださいね。動きの軸をここにする、意識をここにするようにしてください。その時にこうなってしまわないね。顎が後ろに下がっているので、多分これもあるかもしれません。こういう前後の歪みもあるかもしれないので、左右を同じぐらいにしてこうで、さっき言ったこのこうなってたら、このラインを結んで、この辺かなっていうところを意識して、このように息を吐きながらっていう感じね。こっちを上げていく意識よりも、この辺の筋肉を使って下げるように意識してください。こうね、こっちを上げてしまうと余計肩が上がってしまうね。この筋肉なので、脊椎を支えている筋肉ではなくて他の筋肉を使っているので、こっち側の背中側の脇のこの辺りの筋肉を意識してこう、ね、縮めるように。ちょっとストレッチで痛みがあるかもしれないですけど、痛みを我慢できる範囲でやってください。その時猫背にならないようにしっかり背筋を伸ばして左右の回転を取って、ね、こうね、治療家に任せてもらうとちゃんとやってくれるんですけどね、ご自身でやる場合はそこまでチェックしてやってください。自分で歪みを作ってしまうことになりますのでね、姿勢を正しくしてからやるように。でこっちが、こうか、これが変わってくると、この軸にする視点も変わっていきます。少し下がってくると思いますので、意識をそっちに持っていって、こっちで引っ張り下ろすようにしてくださいね。はい、で最後は万歳をして、両方の肘をこの脇につけるようにしてください。横から見るとこんな感じ、ね、肩より後ろに意識して持ってきて、こうすることで胸のストレッチにもなり、姿勢も良くなっていきますからね。右左同じように使うようにしてください。今回の内容がよろしかったら評価の方もお願いいたします。チャンネル登録はまだの方はこちらからお願いいたします。このようにね、顔の歪みの相談もね、受け付けておりますので、こっちかなどちらかにその受付をしているサイトがありますからね、そちらも利用してください。あなたのエイジングケアと美容に役立ててください。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。